こんにちは、ミドチャラ TV の愛です。8月のとある日、私は渋谷にやってきました。やってきましたというか、渋谷にオフィスがあるので、荷物をね、取りに来ました。とはいえ、いつも家で作業してることが多いので、オフィスに来るのは1ヶ月ぶりぐらいかな。今日はオフィスに荷物を取りに来ました。エレベーターが4階で止まってて降りてきません。そして荷物を無事受け取って中を開けました。無事荷物を受け取りまして、ちょっとね、ガサバールで箱とかオフィスに置いてきて持って帰ります。旅の YouTuber としては旅行用のバッグって大事じゃない？で、キャリーバッグを普段使っていることが多いんだけど、カプセルホテルとかだとね、キャリーがなるべく持ち歩きたくないなっていうのと、カメラ回しながらキャリーだとね、日傘がさせないから、大容量のリュックサックを探していたら、企業さんが送ってくれたの。なんかね、良い感じなので、おいおいレポートしていきます。そしてですね、私お昼がまだでお腹空いちゃったので、はい、吉野家さんに寄りました。宮益坂の吉野家さんは比較的新しい店舗で、口コミで居心地がいいってすごい見てたので気になってたんです。で、ちょうど前通ったから、ちょっとご飯食べようかなと思ってやってきたら、むちゃくちゃ綺麗だった。しかも今の吉野家さんってすごいね、タッチパネルだったり、空間がおしゃれで、女性客も入りやすくなってるんだよね。そして、私お昼食べに来たのに、ちょい鍋セットみたいなのがあったのね。これさ、頼まないわけにはいかないじゃん？私としては。お酒好きだから。頼んじゃいました。あれおかしいな。お昼食べに来たのに。でもね、ちょっとお昼食べ損なってて、この時間もう4時過ぎだったのね。だからまあちょっと飲んじゃっていいかなと思って。たまにしかね、撮影以外外出てこない引きこもり系なんで。はい。ということで、追加でね、唐揚げなんかも頼んでみようかなって思ってます。それにしてもこちらの店舗は開放的で居心地がいいです。そうこうしているうちに番号が呼ばれました。はい、こちらが私の注文した吉野味セット。すごくない？これで1000円だよ。唐揚げは追加しました。では、いただきます。まずね、注がないとね。で、このグラスが可愛いの。吉野家って書いてあるの。ビールは缶で提供されます。サントリーの生です。では、乾杯。なんかおバカちゃんみたいな顔してますね。すみません。はい。どうですか？このセット。お魚は鮭とサバ選べて、で、おしんこもね、選べました。サバ立派です。吉野家でサバが食べられるなんて、なんか健康を意識してる感じがしていいですね。うまかった。脂が乗ってます。ちょっとね、固めではあるけれども、しっかり旨味が凝縮していましたよ。いやー、気分最高でございます。もうね、前日ね、夜中までちょっとお仕事してたから、今日はいいかなと思って。まあ、いいかなって思う日が多いんだけどね。そしてメインの牛皿もいただきますよ。もうこれは安定のうまさでしょう。なんかさ、タンパク質が取れていいの。同時に脂質も取っちゃってる感じだけどね。そして吉野家さんのいいところは缶で提供しながらもグラスを一緒に出してくれるところに優しさを感じました。やるじゃないか。吉野家、松屋、すき家ってあるけどみんなどこが好きかな？私はね、それぞれみんなね、全部好きなんです。で、ちょうどね、家の近所にね、全部あるから、気分によって買い分けてる。はい、なくなっちゃいました。あっという間になくなっちゃうね。ということで、追加します。缶ビール、呼ばれました。やったー、来たよ。自分で取りに行くスタイルも逆にいいよね。気楽で。乾杯。ちなみにこの吉野味セットはね、ホームページで見たんだけど、8月31日までの限定かな？
あと、扱ってるお店も限られるみたいです。アルコール自体を置いてない店舗もあるってことなのかな。サバとお酒本当に合いました。ただね、お酒の種類がこのビールだけだったの。ハイボールも置いてくれるととっても嬉しいけど、きっとね、長居しないでねってことなのかな。回転率を上げたいのかもしれないね。それにしても、サバがお酒に合いますね。そして、手酌酒、一人酒、乾杯。手酌をするといつもこの歌が浮かびます。この吉野家さんのすごいところは、なんと充電器がついているの。机というか、テーブルに。すごいよね。急速チャージだって使わせていただきました。さて、牛皿に味変をということでキムチを乗せて食べてみましたよ。最近ね、キムチにハマってて、お家でもよく食べてるの。キムチにちょっとだけマヨネーズを混ぜて、で、しゃぶしゃぶした豚肉と混ぜて一緒に食べるのがね、最近のお気に入りのランチです。そしてこの吉野美セットはもう8月31日で終わっちゃうけど、引き続きアルコール扱い店舗はいくつかあるので、概要欄に貼っておきますね。一部店舗では生ビールがあったりもするみたい。すごいね。それにしてもさ、私がただ食べて飲んでる動画面白いのかなって思って、すいません、なんか美味しくいただいちゃってます。サービスで変顔しときました。元気もよくって、アルコールがとっても美味しいです。もうちょっと飲みたいんだけど、2本目のビールも飲み終わっちゃいました。ハイボールが飲みたいから、しょうがないから、お家で飲み直しますか。ごちそうさまです。美味しかったです。すっかり夕方の日差しになってきましたね。ほろ酔いでございます。私ね、すぐ酔っちゃうの。お酒好きなんだけどね。空が綺麗です。これなんていうの？イワシ雲？羊雲？鱗みたい。はい。ということで、お部屋に戻ってきました。暑かったです。なんかね、吉野に初めてだったんだけど、ハイボールあるのかなと思ったら、なんかないんだね。だから、ないなと思って、皆さんが前回の、この間の動画でハイボールのシーンがなくて、寂しかったって言っちゃうので、いや、おしゃれからじゃないんですけど、飲むんで、どっちそれを出すか出さないかっていうだけなんで、ちょっと手ですいません。どっちみち飲むので家で、はい、回しています。撮ってます。少しだけお付き合いください。では、今日もお疲れ。はい。爽やか。いや、ほんと吉野家さんでね、ハイボールがあったらそこでね、こう、一通りこう動画も綺麗にまとめたかったんだけど、なかったので、はい、セブンイレブンに寄ってきました。いつものキュウリ。いつものキュウリです。すみません。いただきます。それでちょっとだけ酔っ払ってるから、ちょっとおかしい感じになった。うまっ。さっきお昼をね、食べてないのよ。だから、お昼食べてない時は炭水化物食べたいんですよね。そうだけど、吉野家さんでね、あそこでお米食べてもよかったんだけど、食べちゃうとね、この後飲みたいと思ってる、このハイボールが美味しさ半減しちゃうから、やめまして、買ってきました。今回は吉野家さんで統一しようと思いまして、今流行りの混ぜ麺を買ってみました。さっき牛肉散々食べたのに牛みたいな。で、これね、ちょっとだけ飲んでからでもいいかな。そうそう、今すぐ食べたら美味しいと思うんだけど、ちょっとだけ、ほんのちょっとだけ飲んでから食べようと思います。で、生卵と半熟卵は選べるので、私は半熟にしてみました。みんなはどっちがお好みかな？ちょっと後で食べます。この香味って読むの？香味つゆ。だいたい漢字読み間違えるんで
皆さんいつも私が間違えた漢字を教えてくださってありがとうございます。もう間違えるの分かってるからみんな優しく教えてくれます。はい。これね、あとニンニク増しましたれと香味つゆ。これちょっとなんかかなりきそうだから調整した方が良さそうだね。後ほどちょっと食べたいと思います。その前にきゅうりとハイボールでちょっと飲んでからね。はい。今さ、私押しててずっと一人で喋ってたんだけど止まってたの。どこから喋ってんのかわかんなくなっちゃった。今日は渋谷の宮益坂の吉野家さんでゆっくりしてきました。あそこは比較的新しいのかな。なんか SNS で見てね、すごい居心地がいいって言ってたから気になってはいたんだけど、あの辺はね、私中学校と高校が渋谷だったから、まあ、あの辺昔からうろうろしていた場所では10代の頃からね。でね、あんまり雰囲気は全然変わってないです、あのエリア。だけどお店はやっぱりだいぶ変わって、なんかたらこスパのお店ができていたり、今日のね吉野家さんもできてたりしたけど昔はなかった。その代わりジョイフルが昔はあったかな。昔って言っても私が10代の頃だから25年ぐらい前だよね。そうそう。いやー、時代は流れてますね。あそこでまさかビールを飲む日が来るとは思いませんでした。というのも私はもともと神奈川県出身だからね。そうそう、中学校から6年間電車に揺られて1時間以上かけて学校に通ってました。なんかね、地元の中学校が公立のヤンキー系の学校とかが中心だったから、うちの母親がどうしてもそれは心配だからって言って、そうそう、私立に通わせてくれたんだけど、でも全然私はお嬢様ではなく、勘違いされるんだけど、全然私はお嬢様ではないんです。他の動画でもお話ししてるんだけど、まあうちの父親働かないし、破天荒な父親でね、DV もすごかったから、本当に働かないからお金持ちじゃ全然なかった。じゃあなんで通えたかっていうと、まあうちの母親が頑張って働いたっていうのも、お店をね、切り盛りしたっていうのもあるけど、結局母のおじいちゃんのいろいろ助けがあって通った。だから全然ね、私が生まれ育ったところはお金持ちでは全然なくって、かといって超絶貧乏でもなく普通庶民のお家だった。庶民の私がお嬢様学校に通ってたから、それはもうみんなお嬢様だから、なんか申し訳ないなっていう気持ちはずっと学生の時あったんだよね。やっぱりみんなお嬢様でさ、やっぱちょっと違うんだよね。みんなさ、綺麗な可憐なお花なわけですよ。その中に雑草が混じり込んでんですよ、私。でも学年一の美人さんがすごい私のことを可愛がってくれて、同級生ね、上の成績で美人なの、仲良くしてくれた子は。だからその子と一緒に学年、高校の後半はね、一緒にいてくれたから感謝してます、今でも。まあいろいろあってちょっとね、疎遠になっちゃったけど、まあ学生時代の話はさておきさておき、何の話かな。渋谷行ったらやっぱ懐かしくなって、渋谷行ったらやっぱ懐かしくなるな。2回目のお疲れ、はい。混ぜ麺いただきます。おー。でもなんかまただいぶ経ってる。ネギが入ってるから洗えないよね、再び。固まっちゃったの。ちょっと時間だったら。これ入れます。まず、ちょっとニンニク入れないで食べてみようかな。わあ！揚げ玉も入ってます。揚げ玉はごめんなさい。時間経ちすぎて、しなしなになっちゃった。ニンニク以外のおつゆを混ぜました。ちょっとね、だいぶ時間経っちゃったけど、賞味期限はまだ間に合ってます。
お肉こんな感じね。ほぐれました。はい、ちょっと卵を入れてみます。でもこのまま一回食べてみますね。美味しいのかな？多分ニンニク好き嫌いがあると思うので、いただきます。食べにくいんで縛ります。では改めましていただきます。今卵はちょっとね混ぜたんだけど、ガーリックは入れてません。美味しいです。なんかね、おかかの味？鰹節の味がすごいして美味しい。お肉と一緒にいただきます。なんか牛肉がもったいない気がする。なんかご飯でやっぱりあれだ。牛肉はね、やっぱりご飯が一番合うかなと思って分けました。いや、入ってても美味しいんだけど、なんかこの牛肉がもったいなすぎちゃう。それぞれがもったいなすぎる。美味しいの、素材が。そして、ちょっとニンニク入れてみます。これによってね、美味しさが変わっちゃうことがあるから、逆に怖いので、こっちにつけてみます。このニンニクソースがね、強烈な香りがするので、入れちゃうと怖いので、一回こっち側にワンバウンドさせて確認してみます。いただきます。軽い。どうだろうな。これ好き嫌いがめちゃくちゃ分かれそう。私はない方が好きかもしれない。純粋にこの麺の出汁と卵だけの方が私は美味しいかなと思った。ほんのちょっとだけ。ほんのちょっとだけ。美味しいです。なんかこの麺賛否両論ある理由が分かったんですけど、このニンニクマシマシダレが賛否両論あるんじゃないかな。これ自体はめちゃくちゃ美味しいです。美味しいよ。ということでごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。いやー、今日はよし飲みしちゃいましたね。今日はこれを飲んだら寝たいと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。